いろいろ切り抜き。まとめ。ここまで手をつけてはいけない金に手をつけた人物は人類史上初ではないでしょうか。その男の名は水原一平通訳なのですが、こちらをご覧ください。ドジャース激震、大谷の水原一平通訳解雇、賭博で借金少なくとも 6.8 億円送金か、違法と知らなかった。不明瞭な点が残っているスポーツ賭博はアメリカ内の約40州で合法だが、カリフォルニア州では違法。一平ちゃんがギャンブルで借金作って、その返済が大谷翔平の口座から行われたということなのですが、誰が送金したのか不明瞭。最初一平ちゃんはインタビューで、大谷翔平が借金を返済してくれたと言ってたんですよ。ですがその後、大谷翔平の弁護士が発表した内容によると、水原氏が大谷翔平の口座から窃盗した、無許可で口座から引き出したという話になってるんですよ。大谷翔平選手の通訳、水原一平氏についてでございます。確かにびっくりするニュースですよね。あの通訳、前から怪しいと思っていました。と、ドラマメンタリストのサイモン・ベイカーばりに言えればかっこいいんですが、残念ながら実際は全く気にかけたこともなく、名前だけはちょっと知ってるくらいのレベルです。ご本人が真面目に努力して頑張っていても、こういうトラブルが起きてしまうのが人間の人生なんです。水原氏からの申し出に大谷選手は二度とこのようなことをしないのならと言い、返済することを決めてくれたのです。と語りました。すると翌日、改めて大谷選手側の代理人から経緯と真実の説明がなされたことも ESPN は報じております。一夜明けまして伝えられました。水原氏の新証言によりますと、大谷選手はギャンブルの借金について何も知らない。ブックメーカーに対しても送金もしていないと、大谷選手は水原氏のスポーツには一切関知していないという前日のインタビューを全て覆す内容でした。水原氏、今季もドジャースからも30万ドル4500万円から50万ドル7500万円が支払われる契約だったとのことでしたが、ギャンブルにのめり込んだことで金銭感覚が麻痺してしまったのでしょうか。私は野球にはかけていない。それは 100% ですと水原氏は語っています。野球賭博だけに手を染めなかったことを明かしました水原氏。その一線を越えなかったのは、せめてもの大谷選手への友情の証でしょうか。というのはまた別の問題で、そもそも自分のお金ではなく、大谷選手のお金を勝手に使い込んでいるのが最もダメな部分でございます。水原一平氏はどんな人です。大谷翔平選手のファンの方の中では、そこそこ有名だったようです。紹介していきましょう。大谷選手のファン以外の人でしたら、僕のように全然知らない方もそこそこおられるはずです。水原一平氏は、1984年12月31日生まれの日本人の通訳者でございます。ドジャース大谷翔平選手の通訳として、大谷選手のメディア出演やチームメイトとの交流の際に、日本語から英語、英語から日本語への通訳を務めたことで知られております。日本プロ野球の北海道日本ハムファイターズで英語圏の選手たちの通訳を務めておられました。水原氏は大谷選手との親密な関係で野球ファンの間で人気を博していました。ブルペンでのキャッチボールや試合前のウォーミングアップで一緒にキャッチボールをするなど、通訳以外の場面でも頻繁に大谷選手をサポートしていました。2021年の MLB ホームランダービーでは水原氏は大谷選手の捕手を務めていました。6歳まで北海道苫小牧市で過ごし、学生時代は高校までサッカー部とバスケットボール部に所属しておりました。ロサンゼルスドジャースに所属していました。野茂英雄選手の活躍によりまして MLB に興味を持ち、2012年2月には岡島秀樹選手の専属通訳としてニューヨークヤンキースに採用されました。しかし岡島選手が仮契約中に行われましたフィジカルチェックを左肩に異常が見つかったとしてパスできず、契約解除となったことに伴い、水原氏の契約も解除されました。2012年からは帰国して北海道日本ハムファイターズの球団通訳となり、ブランドン・レアード選手やクリス・マーティン選手など日本ハムに所属します外国人選手の通訳や生活のサポートを務めていました。選手たちに連絡があったらすぐ駆けつけると約束し、選手の家族にまで配慮を行っています。日本人選手からも好かれており、一平ちゃんとの愛称で呼ばれていました。2017年オフに日本ハム所属でした大谷選手がロサンゼルスエンゼルスへ移籍したことに伴い、大谷選手の専属通訳としましてエンゼルスに所属しました。通訳以外にも運転手やキャッチボールの相手など攻守にわたり大谷選手をサポートしております。大谷選手を孤立させないように注力しました。エンゼルスの選手たちがあるスマートフォンゲームで遊んでいることに着目し、大谷選手がそれをダウンロードして仲間に加わりました。その3年後の2021年の取材時点でも水原氏たちは同ゲームを楽しんでいました。2018年には1月から11月14日時点まで大谷選手と毎日顔を合わせており、
オールスターゲーム機の休暇にはユニバーサル・スタジオ・ハリウッドへ同行しました。クラブハウス管理人のエンゼルは、水原氏が大谷選手をすごく助けてくれている。だから精神的にも良い状態だったと思う。と語っています。2021年に大谷選手が MLB オールスターゲームの前夜祭となります。ホームランダービーに出場しました際には、捕手役を務めています。独身の大谷選手が誰と共に登場するのか注目されました同日のレッドカーペットショーは共に歩きました。11月22日、エンゼルスから MVI 最優秀通訳に選出されました。大谷選手のロサンゼルスドジャースへの移籍に伴い、ドジャースに移籍しました。そして今回のニュースですね。これ全然違う話ですよね。これ一体どっちが真実やねんという話になってるんですよ。まず前者の大谷が一平ちゃんの借金を返済したという話なのですが、この送金先が違法賭博業者の口座で、この口座に大谷が直接送金したとなると、大谷が違法賭博に関与したという話になりかねず、何らかのペナルティが課せられる可能性があると。つまり前者は、大谷全然悪くないのに7億失った上メジャー追放っていう。で、後者の一平ちゃんが勝手に大谷の口座から送金したというパターンの場合、もちろん巨額の横領事件であり、しかも送金先が違法賭博口座なので、このルートだと大谷には何も害はないんですが、一平ちゃんが逮捕される可能性が非常に高いんですね。一応公式発表は、一平ちゃんが勝手に大谷の口座から送金したという話になっていて、一平ちゃんもこの発表後、翔平は私の借金のことは知らず送金もしていないとコロッと発言を変えていますので、このまま行くと一平ちゃんは通訳だけでなく大谷の資金管理まで任されていて、で自由に口座を操作できる立場にあったと。そしてその金を勝手に使って借金の返済に充てたクズだということになります。個人的には大谷は友人でもある一平ちゃんを放っておけなくて助けるつもりで送金したんじゃないかなと思います。最大の問題は、水原氏のスポーツ賭博を知った段階で、大谷は球団に相談するべきだった。そこをすっ飛ばして犯罪者組織に金を払ってしまったことは非常にまずい。日本みたいなお涙頂戴ストーリーはアメリカでは全く通用しない。大谷がね、この問題を知っていたとしたら、友人をかばうためとはいえ問題になりますので、大谷はね、全く知らなかった路線で行くしかないということですね。いずれにせよ、現在アメリカでは、今日本で話題になっている以上に騒がれている状態だということです。様々な意見が飛び交ってるんですけれども、通訳の一平ちゃんはもうドジャースを去り、すでに新たな通訳が大谷氏についたという状態です。それから昨日突如舞い込んできた一平ちゃんの違法ギャンブル騒動なのですが、タイガー・ウッズなんかはね、もう富も名声も全て得て、生涯で言うと2000億円以上稼いだとも言われるほどなんですが、あまりのプレッシャーからかフック依存症になり、さらに薬物依存という闇までか。それを考えると、大谷選手もね、なんでお前がなってんねんと。何のプレッシャーやねんと。一平の気持ちはよくわかるんですね。もうほんと些細なことから最初ちょっとだけ手を出してしまって、で気づいたら1万円負けてて、1万円取り戻すために掛け金を上げていってね、どんどんやっていったら、一平先輩はね、7億円ですからね。吸収先の戦闘力がでかいとあんなパワーが得られるんだなと思うんですが、本当にお気をつけください。ということで、この騒動、つまるところ、大谷選手が一平氏に助け舟を出して送金したのか、それとも一平氏が勝手に大谷選手の金を送金したのかが、もっぱらの話題になってるんですが、日本ではまだ報道されてないアメリカ現地記者の報道を見ていきましょう。1、違法賭博の罪になったら、15万円罰金か6ヶ月の服役、大谷も疑われる。横領扱いになったら、懲役3年以下、罰金1万ドル以下、大谷は被害者で無罪。水原氏も大谷氏も違法賭博罪になったら、最悪の場合、MLB 永久追放。はい、アメリカではね、違法賭博自体は軽犯罪に分類されているそうで、ですので大谷選手からすると、この3番は絶対避けたいというところです。そして4番。窃盗罪になったら15万円の罰金のみ、大谷は被害者で無罪ということなんですが、この4番に関してはちょっと疑義がありまして、今回はワイヤーフロード、銀行送金が絡むので、連邦犯罪、そして最高懲役20年と、罰金は25万ドル、約375万円ですね。現在はこの4番が選択されていて、一平ちゃんが勝手に負けて勝手に大谷の口座から送金したっていう話になってるわけですから、おいおい、このままだと一平ちゃんがアメリカで懲
懲役20年まであるぞと、マジかという話なんですが、これはこのままいけば普通にこのルートなんですよね。かなりの大事です。大谷選手も水原氏も法律詳しくないですよね。借金を肩代わりして送金してあげたというシナリオの場合、大谷選手も水原氏も、法律は詳しくないということがその行動からわかります。水原氏はね、嘘か誠か違法だということも知らなかったと言ってるわけですから、このことからもう詳しくないということがわかるわけです。ということは、水原氏としては、この件でまさか懲役20年の可能性があるなんて思ってもなかったはずなんですよ。ある書類にだけはまだサインしていないようです。ブレイグ・カルカテラ氏、水原が大谷の口座から無許可で多額の電信送金を行ったとするなら、水原は逮捕され、解雇され、連邦法上のトラブルに巻き込まれ、ほぼ間違いなくメジャーリーグでの職を永久に禁じられるだろう。これは大谷の弁護士が後押ししている話である。水原はギャンブルで負った借金だとは話しているが、大谷から100万ドルを盗むような話にはサインしてないようだ。水原はまだ弁護士を雇っていないのなら、弁護士を雇いに行くだろう。この記者は、水原は弁護士を雇うべきだと。するとその弁護士が、この大谷側が提示しているシナリオに乗ると、お前、かなりの連邦犯罪を犯していることになるぞと教えてくれるだろうと言っていて、さらに、この大谷側の弁護士が発表したシナリオには、いくつか不可解な点があって、非常に都合のいいことに、これは大谷が何らかのトラブルに巻き込まれることにつながらない唯一のシナリオである。このシナリオは大谷の弁護士が関与するまで出てきていなかったこと。このシナリオが真実かどうかは、大谷の弁護団が当局に赴き、水原の窃盗を告発するかどうかを見ればわかる。水原の容疑が固まり、逮捕されてやっとこの話が正しいことになる。大谷のシナリオが正しいなら、水原は逮捕されるだろうと。もしこのシナリオが虚偽で、さらにその虚偽をもとに告訴したなら、大谷側は虚偽告訴になり、とんでもないトラブルを抱えることになる。だから、大谷側の弁護士が告訴するかどうかを見れば、真実が見えてくると、この記者は言っているわけです。現在、水原氏は、その窃盗したとか、勝手に送金したという書類に、サインまではしてないような、もう弁護士っていうのは、依頼人を守るためなら何でもしますから、水原氏を刑務所に入れてでも、大谷を守るのが当然ですから、なんとか水原氏にね、自分が勝手に送金したんだという書類にね、お前がサインしないと大谷が野球できなくなるからとか、お前のギャンブルで日本の宝を潰していいんかとか、あの手この手でサインさせようとしていると思うんですが、一応一平ちゃんギリギリのところでサインをとどまってるということでしょうか。と言っていたら、つい先ほど、そもそもこの件の報道を最初に行ったアメリカメディア ESPN が、大谷氏の代理人が水原氏の巨額の窃盗を捜査するよう依頼したと報じました。これは確定ではなく、この情報筋はどの機関から連絡があったかについては明言を避けたと書かれていますので、この水原ギャンブル騒動を一番に報道したのがこの ESPN ですから、そのあたりも加味して現在 SNS 等で最も支持されている説をお伝えしますと、やはり一平ちゃんがギャンブルにハマって大谷選手に助けを求めたと。すると、大谷選手がね、優しいのでそれに応じて送金してあげたと。で、ここで重要なのは、まさか二人ともこれがそんな罪になるとは思ってもないということですね。いや、その送金を大谷がしたとなるとまずいぞ、となって、水原、お前が勝手に送金したことにしてくれ、と、弁護士が水原に頼んで、で、水原も大谷に7億の借金助けてもらってますから、OK と言って、当初言ってたね、大谷が送金してくれた、助けてくれたっていう話を撤回したんですが、このサインをするのに渋っていると、どうしようという状態だというのが、一番一般的に支持されているシナリオですね。続きは、大谷は何も知らず、水原が勝手に大谷の口座から金を引き出し、ギャンブルの返済に充てたという発表が大谷側の弁護士からありました。ESPN の報道内容です。今週、大谷翔平の長年の通訳であり、友人であった水原一平がロサンゼルスドジャースから解雇されたというニュースにスポーツ界は揺れた。しかし、水原氏の解雇がこの問題における最後の展開になるかは不明である。大谷代理人からの説明で、スーパースターの友人救済から、大規模な窃盗の疑惑へと発展して2日が経過したが、窃盗の疑惑を調査している者がいるとすれば誰なのかなど疑問が残っている。大谷の代理人は木曜日、この疑惑を正式に警察当局に提出したと発表したが、どの当局に提出したかは明らかにしなかった。
この大谷の代理人が警察に通報したということは、水原を捕まえてくれということです。最大懲役20年まである罪なんですよね。だから、水原氏にとっては、これ相当なピンチで、もうなんか知り合い同士の金の貸し借りみたいな話では全然なくなってしまっているということです。カリフォルニア州捜査局も FBI もこの件には関与していないとのこと。連邦政府の問題である可能性が高いと述べた。水原を含む情報筋は ESPN に対し、大谷はギャンブルはしないし、お金は水原の負けをカバーするために送金されたと語っている。賭け事はどれも野球に関するものではなかったという。はい。ここで重要なのは、大谷と大谷代理人のバレロと水原の3人がいて、大谷がバレロに50万ドル単位で水原の借金を肩代わりしたと言った。大谷がそう言ったとなってるんですが、大谷とバレロとの会話の間に水原が入っていたとしたら、大谷はね、全然そんなこと言ってないのに、水原がバレロにね、そう伝えている可能性があるということです。これがよく言われている水原がね、大谷が得る情報や発信内容をコントロールしていたのではと言われる点ですね。大谷の広報担当者は ESPN に対し、賭博による借金が少なくとも450万ドル、約7億円に上ることを認めた。このインタビューは大谷の広報担当者が同席している。ESPN のインタビューの中で水原はいくつかのスポーツにかけたが、野球にはかけなかったと語っている。水原は以前、ドラフトキングスでかけたことがあり、当時エンゼルスでの水原の給料は約1275万円で、2022年末までに水原は1億5000万円を失い、友人や家族からお金を借りていたという。翔平にはこのことを言えなかった。生活費を稼ぐのが大変でした。2013年に初めて会った大谷との関係を兄弟と表現し、妻よりも大谷と過ごす時間の方が長いという。水原の借金は2023年初めには6億円に膨れ上がり、その時に大谷に助けを求めたと彼は ESPN に語っている。おそらく2点3点はすぐにはしないと判断して、ここで一旦まとめとさせていただきます。またまとめますね。It's a wedding. We're having